コロナがなければもしかしたら違ったかもっていうのも半分あります。お父様が亡くなられたのは、はい、いつどういう形で知ったのでしょうか。6月27日の日曜日に、ちょうど休みで家にいたんですね。で警察の方から電話ありまして、おそらく状況から見て亡くなっているという形ですぐ来てくれということでした。驚きの方が大きいのと、残念ですね、正直。年金生活になって、アルバイトをしてたんですけど、ピッキングっていうかそういう感じの、簡単に言うと倉庫作業をしてたんですけど、そこで友達もできたんですけど、そこを辞めて人付き合いがガッと減ってしまったっていうのがありますね。元から多い方じゃないんで、外に出るのが嫌いなので、それで毎日顔を合わす人がいないんですよ。だから倒れててもわからないっていう感じ。仕事辞めて年金生活になってやっぱりお酒の量がぐっと増えたんで、それまでも家では飲む方だったんで、お金がないんで外に飲みに行くタイプがなかったので、家で飲むとやっぱずっと寝て起きて飲んでみたいな、ずっとそういう生活をしちゃうんで、やっぱり飲む量も増えてたとは思うんですね。死ぬまでにお会いすることはできてたとしたら、何かかけてあげたい言葉とかってありましたか。いやー、もうちゃんとせよしかなかったですね。電気も支払いも止まってて、いろいろ生命保険も解約されちゃってたんで、ちゃんとしてほしかったなっていうのが正直なとこですよね。残されたものとしては。結構生活ゴミが多いんですけれども、お父様のなんか生活ですかね。いや、多分もう最後の方、息抜き力がなかったんだと思う。病気持っておられたんですか。いや、病気はなかったです。何もなかった。やっぱ母親が亡くなってから結構、それまでほったらかしてたのに、もう急に気にしだして、なんか、早く母親の元に行きたいみたいなのを言うてたんで、こちらの部屋は誰の部屋だったんですか。これは僕の部屋だったんですよ。小原さん、これお願いごめん。下手したら15年ぐらいこの状態だったんです。この部屋が。なんかちょっとやる気力が一人ではちょっと無理で、やっぱり体力と頭一緒に使うんで掃除って、もうちょっと。派遣社員だったんですけど、その派遣先と
依頼してる側がもめます。いらないです。紙です。それでちょっとやんでしまって、そこからちょっと。長時間労働というかいうわけではない。長時間ですね。15時間ぐらい1日働いてましたね。やっぱり20年前に母親が亡くなりまして、そこから多分僕も父親もすごく寂しくなってたと思うんです。で多分それをどっちも口に出さず一生懸命働いたりしてはきたんですけれども、やっぱりその反動がどっかで出てしまって、で、父親は最後に今家で亡くなるということに至ったんだとは思います。家族で出かけるのが本当にゴジラの映画しかなかったんで、年末にやってたそれだけがもうなんか家族で揃って仕事終わってからなんか本当に家族の楽しい思い出ってほんまにこの日ぐらいしかなくて。眩しかったのでカメラがなかったので写真とかがほとんどないんですね、で多分この団地に住んでる同級生とかそういうところ多くて、母親と僕と父親3人なんですけど、その3人が揃った写真もなかなかないっていう感じで。うわ、こんなんあんたんや。何も貼ってない。うわ、あるわ。こんなん初めて見ました。よかったです。初めて見ました。片付けてもらってた。うわ、懐かしい。僕一瞬見て父親って分かんなかった。若い。めっちゃ若すぎて分かんなかった。僕が生まれたっていうのは両親がいたっていう証なんで、写真とかそういうものとか本当にいるもん以外は捨てようかなと思って。大勢の方に僕と僕の家族が散らかしてきた部屋をこんなに綺麗にしていただいて感激しています。人にこうやってお願いしないといけない状態になるっていう前でやっぱり止めとかないといけなかったなっていうのがあるんですけども、心の余裕があれば違ったのかなとは思いますけど、どうしようもないなっていう、なかったな、今回お願いできてよかったなっていう本心です。